グリップを握って取りたい高さで離す。これだけで一脚全体の高さを変えられます。皆さんこんにちは、青ゆりです。これめちゃくちゃ楽ですよねただちゃんと現場に出た時に本当に使いやすいのか、本日はそこを試したいので、動画後半では実際にこれを外に持ち出して作例撮影をしていきます。なのでリアルな撮影風景と作例合わせてお楽しみください。でね、今日いっぱい並べていますが、これらはすべて YC オニオンというメーカーのものになります。本日の動画構成は2部構成です。前半は今卓上で、これらの一脚にどんな違いがあるのか、実物を動かしながら手短にスペックを紹介します。そして動画後半では今回の主役となるこの一脚に α7-5 とこちら 400-800mm をつけて実際の撮影現場を持ち出して POV 視点での作例をお届けしたいと思っております。なのでぜひ最後までお楽しみください。まず今回お見せするものを一気に紹介したいと思います。最初はこちらの主役となる一脚、そしてこの組み合わせで使える雲台、そしてもう一本の一脚を中心に複数のパーツが入ったセット、そして一脚の下に取り付けられるキャスター付きの台座です。面白くないですか？ではまずね、一番今回使ってみたかったこちらの一脚から見ていきたいと思います。一般的な一脚って、三脚もそうかもしれないんですけど、足を伸ばすときに段ごとのロックを緩めて長さを合わせてもう一度締めるっていう、そういう作業が必要ですよね。もちろんね、慣れてしまえば全然楽なんですけど、実際の撮影ではね、カメラを支えながら3箇所も触るので、撮影中に高さを何度も変えたい時には少し手間に感じることがありますよね。なんですけど、こちらはその操作を手元にまとめているのが特徴です。このグリップにあるトリガーを握ると、3段のロックがまとめて解除されます。参考として今の長さが一番短い状態となっています。そして、この高さが一番長い状態となっています。一方で小さな三脚がついているので自立しているように見えるかもしれないんですけど、これは三脚ではありません。なのでカメラやレンズを乗せた状態の時は機材から手を離すのではなくて、あくまで支え、補助的な存在として使うっていうのがいいと思います。なのでこのね、支えてくれる安定感と構図を動かせる自由さ、このバランスも動画の後半で実際に見ていきたいと思います。そして超面白いのが、実はここの上の部分と、あとね、足元下の部分にワンタッチで着脱できる構造があって、このように組み合わせることもできます。面白くないですか？なので通常の高さだけではなく、地面に近い位置から撮りたい時、そんな撮影の時にも使えます。はい。そしてこの2つは何かというと、雲台です。こちらが MH38F、そしてこちらが MH38A となっています。これね、型番も見た目もめちゃくちゃ似てるんですけど、決定的に違うポイントが一つあります。こちらはカメラを上下に動かす。でもこちらは上下プラス左右もいけてしまう。そんな雲台が 38F の方になります。そしてね、動かす時の重さっていうのもここでね、調節することができます。ちなみにね、今日持ってきた機材すべて YouTube の概要欄にリンクを掲載してあります。
気になる方はぜひそちらからご覧ください。じゃあこちらは何なのか。これはね、実は一脚プロフェッショナルセットといって、これすべてひとまとめとなっています。こちらの一脚を中心にビデオ雲台や足など複数のパーツが入ったセットです。これらを組み替えることでカメラ用の一脚としてだけではなくて様々な使い方ができます。でね、先ほどの一脚よりほんの少し背丈が短く、そして細いです。ただ違いはそれだけじゃなくて使い方の方向性っていうのが結構変わってきます。こちらはレバーを押し込んで高さを変えて止めたいところでまたロックするっていう、そんな扱い方をします。あとね、最も違うのがこの足です。こちらのタイプはアルカス S になってるので、くるくると回して取り外す必要があります。あとね、こんなにコンパクトで細いのにちゃんとねビデオ雲台がついてるんですよ。あとこういったものをここにつければスムーズに扱えたりします。はい。そしてこれキャスター、面白いですよね。これどういう時に使うかっていうと、スムーズにカメラを動かしたい時とか、ここにペダルロックがついてるんですよ。なので面白いのは、ここを中心の点として半円を描いたりとか、なので滑らかに動画撮りたい時使えばこういった映像がすごく楽になります。ということで、ここからの第2部ではこのメインの一脚を外に持ち出して実際に作例撮影をしていきます。最後までお楽しみください。皆さんこんにちは、青ゆいです。本日はこの YC オニオンの一脚を使って野鳥撮影をしていきます。では、作例と撮影風景合わせてお楽しみください。行ってきます。お、左に横切りましたね。見えますか？魚持ってますね。かわいい。ちょっとアップしましょうか。この折れ曲がる尻尾と水滴の感じがいいですね。結構ね、体に対して魚大きいので、そうですね。うわ、なんか出てるね。魚からなんか液体が出てました今。目が合いましたね、魚と。すごい、このままね食べるにはちょっと大きいので叩きつけるんじゃないかなと思っています。あ、来ました。そう、うわ、ちょっと何これ。中身が出ちゃってますね。すごい。うわ、背中に汁がついちゃってますね。この美しい青にオレンジって目立ちますからね。うわ、魚が辛そう。お、いいですね。あ、また打ちつけてますね。今見えましたか？魚の向きを空中でね器用に入れ替えたんですよ。そうすることでね、より打ちつけやすくするんですね。あ、この横向きショットもいいね。魚の首がめちゃくちゃギューって締まってる。細っ。そろそろ決着がつきますかね。どうでしょうか。あ、でもまだ魚も頑張ってますね。でもそろそろ食べるかな。ちょっと明るくしましたけど、どうだろう。食べたかな。飲み込みましたね。完食したみたいです。お次は今ちょっとフォーカスエリア変えてみますね。なんでかっていうと、ちょっと飛び込むんじゃないかなと予測してまして XL に設定しましたっていう感じでね、枠の中に飛び込んでもらうっていう作戦をとってみました。そうすることでね、ピントがねバチッと合ってくれますね。また飛び込んでました。今間に合ったのかな。きちんとピント合ってますね。多少四角からずれてもしっかりと合わせにいってくれていますね。この辺のソニーの信頼は大きいですね。かなり。
とはいえね、もう何回も飛び込んでるので、だいたいこの辺りに飛び込むっていうのが分かっているので、四角を設定してみます。そしてこの中に飛び込んでもらう。すごい、お腹の部分がめちゃめちゃ綺麗に、そして羽もピンと広がっていますね。ダイナミックですね。せっかくなので写真を大きめに配置してみました。このね、水しぶきがすごい、まさに今ここから飛び出してきそうな迫力がありますね。先ほどよりも高い位置にカワセミが移動したので、少し高さを調節して左側に飛ぶんじゃないかなと思って四角をね、左の方に配置しているんですけど、どうでしょうか。あ、今ね、狙い通り四角の中に入ってくれましたね。気持ちいいですね、これね。はい。結構ね、動きが出てるので、今3200分の1となっています。あ、今トンボが横切りましたね。面白いコンビです。お、飛び込みましたね。すごい綺麗にまっすぐ、水面に反射する感じもいいですね。あ、今ちょっと移動がありましたね。何か持ってる気がします。急いでシャッタースピードを上げて、明るさを保ちます。間に合いました。何を持ってるんでしょうか。少し拡大したいな。あ、いいね。うわ、まためちゃめちゃ大きな魚をゲットしてますね。この誇らしげな表情が好きなんですよ。お、正面向いてますね。なんか赤ちゃんみたい。おしゃぶり加えてるみたいですね。かわいい。なんか魚は持ってるんですけど、今すぐに打ちつけたりしてないので、シャッタースピード結構落とせるんじゃないかな。はい、こんな感じで落ち着いてゆっくり止まってシャッターを切ろうと思います。てかトンボもカワセミも同じ青で美しいですね。お次はどこに動くんでしょうか。念のため下に四角を移動しておきましょうか。この辺りで、あ、ちょうど入ってくれましたね。しかもトンボが横切ってる。面白いですね。という感じでね、一脚を縦に振るだけでピンと面を合わせることができます。お次は飛び込んで帰ってきたところを狙う。このボサボサの羽の感じが可愛いですね。夏場はほんとよく飛び込みますね。水気持ちいいですもんね。せっかく飛び込むシーンなのでぐっとアップしたいところですね。ただちょっと下に振る練習をしときましょうか。近いのでね。あ、練習中に本番が来てしまいました。可愛いですね。なんか今日ね、ほんとトンボがね、多いんですよ。でもね、このトンボとのツーショットがちょっと可愛いので、少し狙ってみたいと思います。あ、来ましたね。可愛い。同じ青なのですごく似合いますね。え、ぶつかったクリティカルヒットしてますね。面白いですね。お次は羽ばたく瞬間、飛び出しの瞬間を狙いたいので、フォーカスエリアをワイドに設定してあります。なのでね、どこに飛んでいっても勝手に追従してくれるっていう、そんなね、カメラ任せの撮影方法です。あ、移動してますね。今みたいに結構ね、枝から枝に飛び移るっていう時にも、この一脚っていうのは細かな微調整ができたりするので、すごく便利ですね。また飛び出しの瞬間撮れたらいいなと思っています。あ、フェイントをかけられました。飛んでいくかなと思いきや、その場で羽ばたきましたね。ということで、羽ばたく瞬間をリベンジしたいと思います。多分右に飛んでいく。あ、左でしたね。右に飛ぶかなと思って右の余白を開けといたんですけど、左でした。そういう時もありますね。またトンボとのツーショットですね。ただ
意外とよく見てみるとカワセミがちゃんとトンボの方を見ていて、そしてトンボはこっちを見てる。ちょっと気持ち悪いですね。水面の反射が綺麗ですね。カワセミが移動したので私も追いかけます。結構一脚はね、こういった動きあるシーンすごく楽ですね。ということで、背景真っ暗なかっこいい写真を撮ってみたいと思います。いいですね。奥がねちょうど森になっているので、その暗さを生かしてこういった図鑑のような写真も撮れますね。ここの横のつまみをひねって回す。そして上のつまみをひねって上下に動かすことができます。こんな感じで。そして足元にはペダルがついているので、ここをギュッと踏み、自分の撮影したい角度に合わせて固定します。そしてロックしたい時はまた踏んで中央に棒を戻す。操作はこれだけなのですごくシンプルです。はい。そして自分のお好みの場所に設置したら素早く撮るっていうね、めちゃくちゃ扱いが楽な一脚です。最高ですね。このようにね、広い画面の中にちょっとだけカワセミを映すのであれば、カワセミに何か動きがあるシーンとか合わせて撮ってあげると面白くなるかなと思います。余白にちゃんと意味を残すっていうイメージですかね。お、なんかこの鋭い目つきすごくかっこいいですね。とか、めちゃめちゃ口開けてる。面白いですね、鳥って本当に。人間みたいに驚く。まあ今シャッタースピードそんなに上げてないので、結局動きあるシーンはブレちゃうので、止まった後落ち着いてからこういうのを撮るっていうのがいいのかなと思います。私の肌感ですけど、動きがあるシーンでは3200分の1は最低欲しいかなといった感覚です。何かやってますね。羽をカキカキしてるのかな。そう、こういったねちょっと羽広げたシーンも可愛いですよね。はい、もうこれに関しては羽をねくちばしで挟み込んでますね。今日はすごくよくツーショットが撮れる。そしてねちゃんとね見てるんですよ。今度はトンボはどうかな。あっち向いてましたね。よかったよかった。でもね、飛んでいくとね、それを目で追いかけてる気がするんですよね。はい、かなり動体動くシーン撮ったので、シャッタースピードを遅めて、こういったね綺麗にピタッと止まってる瞬間とか撮ってあげると、この顎の下のふわふわの毛とか可愛くないですか。こういった羽先までピタッと見せるっていうこともできますね。と思ったら行っちゃったね。ただ今のシャッタースピードだと結局間に合わないので、今みたいな時は潔く諦めてって感じですかね。そしてまた止まってるので、そこに合わせてシャッタースピードを遅めていくっていう感じですかね。200分の1でも全然こういった瞬間撮れちゃいますね。そして目の縁まで綺麗にピントが合ってます。またまた落ち着いてるので、シャッタースピードを遅めて撮ります。奥の光がたまぼけていてすごく綺麗ですね。本日の作例はここまでとなります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。でね、よし帰ろうと思った時ですね、ちょうど2羽同じ木に止まった写真を撮ることができました。しかもね、その数分後にですよ、なんとめっちゃ雨降ってきましたやばいやばいやばいそうなんです。雨が降ってきたので、今日の作例はここまでとなります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。